お疲れ様です。ダディーズです。今回の動画で伝送が終わります。最終回です。長い道のりでした。今までいろんなことをやってきました。外部電源、配線、そしてサブバッテリーシステム、ソーラー充電器、走行充電器ですね。これらをやってきたんですけど、今回の動画はそれを全てつなげていきます。どうやってつなげるかというと、ソーラー充電器と走行充電器、これを自動で切り替えるシステムを組んでいきたいと思います。今回やる作業なんですけど、今までやってきた伝送の作業で一番大事な部分です。ここで何か間違えると、全部動かなくなったり、故障したりする恐れがあるので、確実に進めていきたいと思います。そしたらですね、今回使う材料ですね。はい、こちらですね。まず、今回の作業で一番大事になってくる部分、これですね。5極リレーです。これは何かというと、特定の配線に電流が流れると、この中でオン、オフとやってくれる装置です。40アンペアまで使えるヒューズです。端子台。そしてこちらですね。この装置は何かというと、バッテリーの電圧を測ってくれて、電圧が下がると充電を開始してくれて、設定した上限に達すると充電が終わります。ここでバッテリーの電圧の設定ができます。これらを使って自動切り替えシステムを組んでいきたいと思います。この充電モジュールの設定方法を解説していきたいと思います。マルチテスターと、こちら電源装置ですね。最大 12V まで電圧をかけることができるみたいです。そしたらこれらを使って充電モジュールがどうやって働くかやっていきたいと思います。バッテリーに見立ててモジュールに接続していきたいと思います。ここですね。バッテリー側につないでいきます。ここの表示が今の電圧を表示してくれます。テスターを入れると、ちょっと誤差はあるんですけど、おおよそ合ってますね。左側が充電を開始する設定。この右側が充電を完了する設定ボタンです。長押しすると、設定を開始することができます。左で電圧が上がって、右で電圧が下がります。ここを1回押すと、今の設定値が出ます。10V と 13V に設定してあります。なので、10V を下回ると、この中のスイッチが働いて充電が開始されます。一度 13V まで上げて、スイッチを切りたいと思います。はい。ここのランプが消えましたね。13V を超えてスイッチが切れました。そしたら次はスイッチが入るところを見ていきたいと思います。はい。10V を下回ったのでランプがついてスイッチが入りました。こんな感じでバッテリーに適した数値設定をすることでバッテリーの寿命も長くなるかなとは思います。そしたらですね、作業をやっていきたいと思います。このボックスの中、今回もですね、スモークを使って整理していきたいと思います。やっていきます。はい。そしたらですね、作ったスノコに機材を全部仮止めしていきたいと思います。どれがスイッチなのか、電気が通ったらどれがオンになるのか、オフになるのか、コイルはどれなのかっていうのを書いておくと何かあった時に対処しやすいかなと思います。
ソーラー充電器に付属のマウントブランケットっていうのをつけました。この時のリレーのつなぎ方なんですけど、直列につなぐと電圧を共有しちゃうので、リレーがうまく動作しないことがあります。そこで並列につないでいきたいと思います。はい、お疲れ様です。ダディズです。やっとサブバッテリーシステム完成しました。ありがとうございます。ここまで来るのにいろんな事件が起こりました。本当に大変だったです。まずですね、カメラには映ってないんですけど、ケーブルから煙が上がりました。あともう一点ですね、バッテリーモニター壊れました。現在ですね、2種類のバッテリーモニターを使ってます。そしてですね、その事件が起こった後に取り付けようと決めた新アイテムです。それがこちら、100A のサーキットブレーカーです。それとリレーを一つ 250A まで流せるものにしました。そしたらですね、その事件がなぜ起こったのか。充電システムが2個ついてます。走行充電器とソーラー充電器。これの最大充電電流が 40A です。なので、それにつないであるケーブルが 5.5 スケの 49A まで流せるケーブルです。で、問題なのがバッテリーからインバーターに流れるケーブルですね。今までの僕の考え方なんですけど、家庭用のブレーカーがだいたい 30A なんですけど、それで一つ勘違いをしてて、こういったバッテリーとかインバーターを使ったサブバッテリーシステムですね。流れる電流が一緒だと思ってたんですよ。で、なんでそれが問題になったかというと、この後ろに見えてるインバーターですね。今使ってるバッテリーが 12.8V なんですけど、それをこのインバーターが 100V に変えてます。その時に 12V の電圧を 100V に変えるのにめちゃくちゃ力がいるんですよね。8倍9倍の力が必要です。で、その時にインバーターの変換効率っていうのがあるんですけど、僕の使ってるインバーターはホームページで見ると変換効率 85% くらいですね。リスナーさんから教えてもらった計算方法なんですけど、びっくりしました。例えば家にいた時に電圧が 100V なんですけど、100W の家電製品を使った時に電流は 1A 流れます。そしたらこのバッテリーシステムの場合ですね、どうやって計算するかというと、100W の家電製品をこのインバーターの変換効率で割ります。100W 割る 85% の 0.85 です。その値を僕が持ってるバッテリーの電圧で割ります。そうすると 12V の電圧でインバーターを通して 100W の家電製品を使った時に 9A っていう電流値が出ます。ここが問題です。約9倍の電流が流れてるっていうことですよね。で、最初に話してた 5.5 スケの許容電流 49A なんですけど、仮にドライヤーを使ったとします。家で使う分には 1200W のドライヤーを 100V で使ったら 12A の電流が流れます。それを
こういったサブバッテリーシステムで流すと100アンペアの電流が流れます。やばくないですかこれ。この計算式を知った時にびっくりしました。そら煙上がるやろって思いましたね。そしたらですね、今回も図で説明していきます。今までの動画でいろいろ配線図が出てきたんですけど、この配線図が最終配線図です。このリレーシステムなんですけど、基本的にソーラーで充電していきます。その電力を右側のバッテリーに充電されます。なので基本的に左側のバッテリーを使ってます。4個あるリレーを説明していきます。まずこのリレーですね。走行充電器とソーラー充電器を切り替えるリレーになってます。このリレーは何かというと、ソーラーから来る電力を遮断します。この2つがどうやって働くかというと、まずエンジンがつくとアクセサリー電源のイグニッションから電気が流れて、走行充電器とこの2つのリレーが働きます。このリレーが働くと、ソーラーで充電していたのが走行充電器に切り替わります。そしてこっちのリレーは何もついてないところに切り替わります。で、この時ですね、ソーラーから来る電力を遮断する理由なんですけど、ここでリレーが切り替わった時ですね、バッテリーと離れるんですけど、それと一緒にソーラーから流れる電力を切り離します。バッテリーにつながってないと故障の原因になるみたいなんですよね。オルタネーターから発電された電気が走行充電器を通って1個目のリレーに流れます。そこから右側のバッテリーに充電されます。次にですね、下にあるリレーを解説していきたいと思います。このリレーは充電されるバッテリーの切り替えリレーです。それと一緒に働くのがこちらのリレーです。使うバッテリーの切り替えリレーです。どうやって働くかというと、この充電制御モジュールなんですけど、本来の使い方はここに充電機材を接続するんですけど、このモジュール自体の定格容量が30アンペアまでです。そこに40アンペアの充電電流を流すと、これが壊れます。なので、左側のバッテリーの電圧測定器として使ってます。このバッテリーの電圧が下がると、このモジュールが働きます。その時にコイルに電気が流れます。すると、この2つが働きます。このリレーが働くと、右側を充電してたスイッチが左側につきます。次にこちらです。リレーが働くと、下についていたスイッチが上に切り替わります。そうすることによって、右側のバッテリーとインバーターをつなぐことができます。この4つあるリレーを使って、充電システムの切り替えと、充電するバッテリーの切り替え、そして使うバッテリーの切り替えをします。これが自動切り替えシステムの全貌です。配線の書き方とか細かいところは専門知識がないので間違ってると思うんですけど、ちゃんと動いてます。そしたらですね、このバッテリーシステムの動作確認をしていきたいと思います。エンジンをかけていきたいと思います。はい。
今回の動画はここまでです。最後まで見ていただきありがとうございます。ちょっとしたミスとかが大きな事故につながる可能性があるので、皆さんも電気を扱うときですね、十分に気をつけてください。そしてこれからですね、今よりいいシステムができたときですね、また皆さんに共有できたらいいなと思います。それでは、この動画がいいと思ったそこのあなた、高評価とチャンネル登録お願いします。それとコメントも待ってます。次回の動画ですね、内装の続きやっていきたいと思います。では、またお会いしましょう。